日本の夏を焦がす熱狂の祭り、よさこい。その喧騒の中心でひときわ異彩を放つ伝説のチームがあることをあなたはご存知でしょうか。その舞は老舗料亭の奥座敷で生まれ、半世紀の時を経て一人の孫娘の誓いによってよみがえりました。これは単なるダンスチームの物語ではありません。戦後の復興を願った祭りの魂そのものを今に伝える生きた伝説の記録です。存続の危機を乗り越え、今なお人々を魅了する最も優雅な舞、浜町花神楽。その知られざる物語が今始まります。よろしければチャンネル登録をお願いします。物語の始まりは第二次世界大戦の傷跡がまだ生々しく残る1950年代の高知に遡ります。町を元気づけようと高知商工会議所の有志たちが新たな夏の祭りを企画しました。その中心にいたのは老舗料亭浜町の初代店主浜口八郎氏でした。八郎氏は祭りの原動力そのものでした。彼は懇意にしていた作曲家竹政栄作氏に熱意を持って依頼し、あの有名なよさこい鳴子踊りの楽曲を生み出したのです。さらに日本舞踊五流派の師匠方を料亭に集め、振り付けの創作を主導しました。議論は夜を通して行われ、その舞台となったのが他ならぬ浜町の座敷だったのです。まさに浜町という場所と浜口八郎という人物はよさこい祭りの DNA に深く刻み込まれているのです。しかし不思議なことに、この創設への深い関与から浜町の名を冠ずるチームが誕生するまでには実に56年という長い歳月がなられることになります。それは祭りの起源と結びつきながらも演舞という形で直接関わることのなかった眠れる遺産の時代でした。2010年のチーム結成は単なる継続ではありません。歴史の源流にまで遡り、創設者の思いを紡ぐという世代を超えた誓いの表れだったのです。2010年7月、眠っていた遺産を呼び覚ましたのは創業者浜口八郎氏の孫娘であり、料亭浜町の3代目女将浜口美佐子氏でした。祖父の思いを温め絶やさぬようにするためには私もやらんといかん。彼女のこの一大奮起が全ての始まりでした。それは家族の遺産を守り次世代へと継承するための深く個人的な使命の始まりでもありました。彼女の熱意に惹かれ、約150名もの踊り子たちが集いました。高知だけでなく関東や関西からも参加者が集まり、チームが持つ全国的な魅力の証となりました。チーム名は浜町花神楽。その名はチームの理念を象徴しています。浜町は祭りの創設にまで遡る歴史的正当性を、花はチームが追求する日本の伝統美と華やかさを、そして神楽は神に奉納される舞のように気品と神聖さを宿す芸術であることを示しています。浜町花神楽の芸術は母体である老舗料亭浜町が培ってきた美意識の直接的な延長線上にあります。チームコンセプトは風姿たおやか、気品に満ちて鳴子さばきはしなやかに。多くのチームが現代的なダンスを取り入れる中、浜町花神楽は一貫して日本舞踊をその根幹に据えています。それは料亭の座敷で土佐芸妓たちが披露する洗練された舞の世界観を祭りの表舞台でと持ち出す試みなのです。料亭浜町における土佐芸妓の美歌はチームの美学を理解する上で欠かせません。舞踊だけでなく三味線や太鼓の演奏にも長けています。この洗練された伝統芸能の環境こそが
チームの創造性の源なのです。祭りで音楽を奏でながらチームを先導する地方者、その名が伝統芸能の演奏者地方に由来するのも決して偶然ではないでしょう。そして浜町花神楽の演舞を象徴するのが長く白い布さらしを用いたパフォーマンスです。これは単なる小道具ではなく、高度な技術と完璧な強調が要求される芸術表現。宙を舞うさらしは演舞に詩的な情景を加えます。料亭という限られた客しかもてなされない詩的な空間の芸術を高知の街角という公の舞台で数万の観衆に向けて披露する。それは高級料亭の文化的なエッセンスを街全体への壮大な文化的奉仕として提供する行為なのです。彼女たちの舞は競争のための演舞であると同時に、高知の文化の豊かさを分かち合う最高級のおもてなしなのです。浜町花神楽の10年以上にわたる歴史は、毎年発表される演舞のテーマを通してたどることができます。2010年鮮烈なデビューを飾り、審査員特別賞を受賞。2011年には作曲家の名を冠した竹間祭作賞に輝き、その芸術性が高く評価されました。2012年のテーマは夏桜。土佐の暑い日差しを浴びて夏に満開となる詩的な桜を表現しました。2013年、ついに本祭で銀賞を受賞。全国大会では2度目の竹間祭作賞に輝き、その地位を不動のものとします。その後も花遊びや恋する鏡川など、高知の自然や風情を題材にした創作を続けました。そして2019年、テーマは雅うららと鶴が舞う。優雅さと長寿の象徴である鶴をモチーフに悲願の金賞を受賞しました。しかしその栄光の直後、世界はパンデミックに見舞われ、祭りは中止に。チームは活動を休止せざるを得なかったのです。3年の時を経て2023年、祭りの本格的な再開を祝うかのような喜びに満ちたテーマ、喜悦祝舞で見事銀賞を獲得し、復活を遂げます。2024年はシャシャラクラク、物事にこだわらない自由で晴れやかな演舞を披露。そして2025年、恋をしましょう播磨屋橋で、ロマンチックなテーマで3年連続の銀賞を受賞。トップチームとしての実力を改めて証明しました。毎年演舞は新しくなれながらも、その根底に流れる優雅さ、気品、伝統への敬意という核は決して揺らぐことはありません。しかしその華やかな成功の裏には、存続自体を脅かすほどの深刻な試練の歴史がありました。2018年頃、母体である料亭浜町が経営上の困難に直面。チームは無期限の活動休止の瀬戸際にまで追い込まれました。チームの最大の強みである料亭との深い結びつきが、同時にその存続を左右する最大の脆弱性でもあったのです。さらに追い打ちをかけたのが新型コロナウイルスのパンデミックでした。料亭は再び大きなダメージを受け、チームの運営資金は危機的な状況に陥ったのです。存続の危機に瀕したチームは現代的な解決策に活路を見出します。それがクラウドファンディングの活用でした。ファンや支援者に直接協力を呼びかけると、その思いは全国に届き、チームは活動継続に必要な資金を確保することができたのです。それは単なる資金調達ではありませんでした。かつては料亭という単一のパトロンに依存していた体制から、不特定多数の個人によって支えられる新たなコミュニティへと生まれ変わった瞬間でした。多くの人々の支援というより強固な基盤を得たことで、浜町花神楽はその美しい舞を
未来へとつなぐことができたのです。よろしければチャンネル登録をお願いします。浜町花神楽の歴史、それは日本の伝統文化が現代においていかに生き残っていくかを示す力強いケーススタディです。彼女たちは祭りの創設理念と現代を結ぶ生きた架け橋です。創設者から孫娘へと受け継がれた魂は今もその舞の中に息づいています。日本舞踊の優雅さと料亭文化の気品に根ざした揺るぎない美学の旗手でもあります。そして何よりその物語は経済的危機やパンデミックをコミュニティの力で乗り越えてきた不屈の意志と回復力の物語なのです。文化遺産は博物館に保存される過去の遺物ではありません。情熱と卓越性、そして揺るぎない意志によって今この瞬間に演じられるべきものなのです。浜町花神楽の終わりなき舞、それは伝統が未来へと紡がれていく最も美しい形の一つなのです。ご視聴ありがとうございました。今回紹介した内容について皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見や感想をコメントで教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。